月、韓国のある大学街で、この物語は始まった。2026年の春、ソウル高等裁判所の廊下に、一人の男が立っていた。白髪が増え、頬はこけ、かつての面影はほとんど残っていない。彼の名前はキム・ジョンソク。その日、裁判官はこう言った。無罪。たった一言だった。しかしその一言のために、彼は16年という時間を失った。判決が読み上げられた瞬間、彼は動けなかった。涙が頬を伝い、膝から崩れ落ちた。傍聴席に倒いた母親が走り寄り、息子を抱きしめた。言葉はなかった。ただ、二人の泣き声だけが法廷に響いた。彼が最初に連行された時、まだ20代だった。就職を控え、恋人がいて、ありふれた夢を持っていた。しかし2010年のあの夜から、すべてが変わった。彼は訴えた。私はやっていない。しかし誰も聞かなかった。警察も、検察も、裁判官も、あったのはただ一つの証拠。被害者の証言だけだった。その証言が、取り調べのたびに変わっていたとしても、顔の特徴の説明が、毎回異なっていたとしても、犯行場所の描写が、公判ごとに食い違っていたとしても、裁判所はこう結論付けた。被害者の証言は最も信頼に値する証拠である。そして彼に、懲役16年の実刑を言い渡した。16年。その数字が何を意味するか、あなたは想像できるだろうか。青春が消える。家族が老いる。世界が変わる。しかし牢獄の壁だけは、何も変わらないまま彼を閉じ込め続けた。彼を救ったのは、一人の弁護士だった。再審請求を引き受けたその弁護士は、古びた捜査資料を一から読み直し、防犯カメラの映像記録と証言の矛盾を一つ一つ並べた。そして法廷に提示したとき、ようやく司法は動いた。では、あの夜、本当は何が起きていたのか。キム・ジョンソクが逮捕される直前まで、彼はごく平凡な日常を送っていた。キム・ジョンソクは、1984年生まれの平凡な青年だった。ソウル郊外の小さなアパートで育ち、両親は市場で野菜を売って一家を支えた。裕福ではなかったが、不自由もなかった。そういう家庭だった。彼は子供の頃から口数が少なく、目立つことを嫌った。授業が終われば真っ先に家へ帰り、母親の夕飯の手伝いをする。そんな息子だった。高校を卒業した後、彼は地元の運送会社に就職した。早朝に起きて、重い荷物を運ぶ。単純な繰り返しだったが、彼は文句を言わなかった。まず稼ぐことが先だ、と自分に言い聞かせていた。夢がなかったわけではない。いつかは小さくてもいいから、自分の店を持ちたかった。食べ物の店が良いと思っていた。母親の料理が好きだったから、それだけの理由だった。仕事が休みの日には、近所の公園を一人で歩いた。特別なことは何もしない。ただ歩く。それが彼の休日だった。交際相手はいなかった。友人も多くはなかったが、数人の幼馴染とは定期的に会って食事をした。酒はあまり飲まない。タバコも吸わない。争い事は何より嫌いだった。2010年の春、彼は26歳になったばかりだった。その年の4月、運送会社を辞めて、新しい仕事を探していた。給料が少し上がる別の会社から声をかけてもらっていた。転職先はほぼ決まりかけていた。来月からは新しい場所で働ける。そう思って、少しだけ気持ちが軽くなっていた。家族も喜んでいた。母親は、身体だけは壊すな、と繰り返した。父親は何も言わなかったが、食事の時珍しく焼肉を注文した。それが父なりの祝福だということは、すぐに分かった。その夜、キム・ジョンソクは帰り道にコンビニへ寄り、缶コーヒーを一つ買って家に戻った。何も起きない。ごく普通の夜だった。しかし翌日の朝、すべてが変わる。見知らぬ刑事が玄関に立っていた。2010年の秋、韓国のある大学街で、一人の女性が被害を訴えた。深夜、帰宅途中に男に襲われたという。現場は人通りの少ない路地だった。女性はすぐに警察に駆け込み、被害届を出した。捜査は静かに、しかし確実に始まった。キム・ジョンソクは、その翌朝に突然呼び出された。刑事はこう言った。少し話を聞かせてほしい。と、なぜ自分が呼ばれたのか、
彼には見当がつかなかった。事件のことなど何も知らなかった。その夜、彼はコンビニで缶コーヒーを買って帰宅していた。それだけだった。しかし警察にはすでに一つの情報があった。被害者が犯人に似た男を見たと話したのだ。周辺の聞き込みで彼の名前が浮かんだ。顔の特徴、体格、その夜の行動。警察は一つ一つ確認していった。キム・ジョンソクは正直に答えた。隠すことなど何もなかったから。だが取り調べ室の空気は最初から重かった。質問の方向が徐々に変わっていった。君がやったのではないかという前提が言葉の端々からにじみ出ていた。被害者は警察の段階で犯人の顔についてこう述べていた。目が細く、背が高い。と、キム・ジョンソクの体型はその説明と完全には一致しなかった。しかし捜査は止まらなかった。やがて、彼は正式な被疑者として扱われた。証拠は一つだけだった。被害者の証言、目撃者はいない。防犯カメラの映像は、まだ詳しく分析されていなかった。物証もなかった。あるのは、ただ一人の女性の言葉だけだった。それでも捜査は進んだ。キム・ジョンソクは何度も訴えた。自分はやっていない。と、しかし、その言葉は記録に残らなかった。彼が気づいた時、すでに逮捕状が出ていた。母親が泣いた。父親は黙って座っていた。昨日まであった普通の朝が、まるで遠い過去のように感じられた。逮捕された日から、彼の人生は別の線路を走り始めた。裁判が始まれば、真実が明らかになると信じていた。被害者の証言が、場面ごとに変わっていることを、彼はまだ知らなかった。警察での言葉、検察での言葉、そして法廷での言葉、3つの証言は、やがて互いに矛盾し始める。逮捕された朝のことを、彼は何度も思い返したという。手錠をかけられた瞬間、頭の中が真っ白になった。自分が何をしたのか、全く理解できなかった。ただ、これは間違いだと、そう思い続けていた。警察署に連行されてから、取り調べは長時間に及んだ。刑事たちは最初から犯人だと決めつけているような口調だった。否定するたびに、同じ質問が繰り返された。疲弊した頭で、彼は何度も同じ言葉を繰り返した。私はやっていない。私はやっていない。しかし、調書にはすでに別の物語が書かれ始めていた。被害者の証言が最初に記録されたのは事件直後の警察調書だった。そこに描かれた加害者の特徴は、ある程度の輪郭を持っていた。しかし検察の段階になると、その輪郭が少しずつ変わり始めた。顔の特徴が変わった。体格の描写が変わった。事件が起きた場所の説明も、細部が異なっていた。普通であれば、そこで疑問が生じるはずだった。同じ出来事を語っているのに、なぜ内容が変わるのか。記憶とは、そこまで曖昧なものなのか。だが捜査機関は立ち止まらなかった。裁判が始まった。彼は法廷に立ち、改めて無実を訴えた。物的証拠はなかった。目撃者もいなかった。あったのは、被害者の証言だけだった。法廷での証言は、また変わっていた。警察で語られた内容とも、検察で語られた内容とも、微妙にずれていた。弁護側はその矛盾を指摘した。なぜ証言が変わるのか、なぜ細部が食い違うのか。しかし裁判所は言った。被害者の証言は、最も信頼に値する証拠である。と、判決は有罪だった。求刑通りの重い刑が言い渡された。法廷に静寂が広がった。彼は判決文を聞きながら、自分の足元が崩れていくような感覚を覚えたという。真実が明らかになると信じていた場所で、真実とは逆の言葉が読み上げられた。正義があると信じていた。司法があると信じていた。しかしその日、彼が学んだのは、信じることの脆さだった。鉄の扉が閉まった。外の光が消えた。ここから先に待つ日々が、どれほど長いものになるのか、彼はまだ知らなかった。鉄の扉が閉まった瞬間、彼の時間は止まった。外の世界では季節が変わり、人々が生きていた。しかし彼がいる場所には、変わるものが何もなかった。毎日同じ壁、同じ天井、同じ時刻になる金属音。無実を叫んでも、誰も振り向かなかった。最初の1年は、怒りで過ごした。なぜ自分が、
なぜ真実が届かないのか、弁護士に手紙を書いた。裁判所に嘆願書を送った。それでも返ってくるのは沈黙だけだった。次の数年は絶望に変わった。信じていた司法が自分を裏切った。証拠もないのに有罪とされた。被害者の証言が何度も変わっていたのに、それを誰も問題にしなかった。その事実がじわじわと彼の心を蝕んでいった。食事が喉を通らない日もあった。眠れない夜が続いた。このまま消えてしまえば楽になるかもしれないと思ったこともあったという。それでも彼は生き続けた。理由は一つだった。家族だった。高齢の母親が面会に来るたびに泣いていた。お前は絶対に無実だ。と繰り返した。その言葉だけが彼を踏みとどまらせた。母親が信じてくれている限り諦めるわけにはいかなかった。獄中で彼は法律の本を読み始めた。自分の裁判記録を何度も読み返した。被害者の証言がなぜ変わったのか、どこに矛盾があるのか、素人ながらに一つ一つを書き留めた。それは怒りではなかった。もはや怒りを超えた静かな執念だった。16年という歳月は人を壊すには十分すぎる時間だ。しかし彼は壊れなかった。傷ついたが諦めなかった。理不尽に押しつぶされそうになりながら、それでも手を伸ばし続けた。真実に向かって、外の光に向かって、そしてある日、一通の手紙が届いた。再審を求めて動き出した弁護士からだった。彼が一人で抱えてきたものを、ついに受け取ってくれる人間が現れた。諦めなかった彼の隣に、諦めなかった人たちが集まり始めていた。その手紙は、薄く折りたたまれていた。差出人の名前を見た瞬間、彼の手が止まった。弁護士からだった。あなたの事件を、もう一度見直したい。たった一項。それだけで十分だった。16年間、誰も信じてくれなかった。誰も向き合ってくれなかった。それなのに、今、目の前にその言葉がある。彼は何度も読み返した。涙が出たのか、それとも出なかったのか、本人にもわからなかったという。弁護士の名前は、ジョンウォン。冤罪事件を専門に扱う若い法律家だった。依頼を受けたわけではなかった。ある市民団体の報告書の中に、この事件の記録を見つけ、自ら動き出したのだった。報告書には、こう書かれていた。被害者の供述が、警察、検察、裁判所の3段階で、全て異なっている。それを読んだ時、彼女は確信したという。この人は、無実かもしれない。家族もまた、動き続けていた。母親は毎年、嘆願書を書いた。弟は、事件当時の地域住民への聞き込みを、素人ながら何度も繰り返した。兄が犯人であるはずがない。という1年だけで、16年間を走り続けた。しかし現実は冷たかった。再審請求は、一度、棄却されていた。新たな証拠がない。というのが、裁判所の判断だった。それでも弁護士は諦めなかった。記録を読み直した。供述書を並べた。そして気づいた。矛盾は、最初からそこにあった。被害者が語った犯人の顔の特徴。事件が起きた場所の描写。逃げた方向の説明。調書ごとに、細部が変わっていた。小さな変化ではなかった。本質的な部分が、ことごとく食い違っていた。なぜ、裁判所はそれを見逃したのか。なぜ、誰もその矛盾を声に出さなかったのか。答えは、恐ろしいほど単純だった。被害者の言葉は、信頼できる、という前提が、すべての判断を覆い隠していたのだ。前提が疑われなければ、矛盾は見えない。見えないものは、存在しないことになる。司法の目は、そうして閉じられたままだった。しかし今、その目を開けさせようとしている人たちがいる。弁護士と、家族と、市民団体と、そして、諦めなかった彼自身が、次の戦いは、証拠の戦いだった。防犯カメラの映像が、ある時刻を刻んでいた。その時刻が、すべてを変えようとしていた。新しい証拠が、動き始めた。弁護士たちは記録を掘り起こした。警察の調書、検察の書類、法廷の議事録、すべてをもう一度、最初から読み直した。そして気づいた。防犯カメラの映像が、まだ残っていることに。事件当日、現場周辺には複数の防犯カメラが設置されていた。しかし当時の捜査では、
その映像は十分に検証されなかった。なぜか、捜査の方向は最初から決まっていたからだ。弁護団はそのデータを一枚一枚照合したタイムスタンプを読み込み、位置情報と重ね合わせた。そこに映っていたのは動かしようのない事実だった。被害者が犯人がいたと証言した時刻、その時刻に彼は別の場所にいた。映像の中で確かに存在していた。これは偶然ではない。これはアリバイだ。さらにもう一つの事実が浮かび上がった。複数の目撃者の存在だ。事件当時、近くにいた人物が複数いた。しかし彼らは当初、捜査機関から接触すら受けていなかった。16年という歳月を経て、弁護団がようやくたどり着いた。その中の一人が語った言葉は、重かった。あの夜、私が見た人物は、彼ではなかった。と、証言には勇気が必要だった。時間が経てば経つほど、名乗り出ることは難しくなる。それでも、口を開いた人がいた。沈黙を破ることを選んだ人がいた。そして、内部からの声もあった。当時の捜査に関わった関係者の一人が、弁護団に接触してきた。詳細は明かせない。しかし、その人物が持ってきた情報は、捜査過程における重大な疑義を示すものだった。証拠は、3つの方向から同時に集まった。防犯カメラの映像、目撃者の証言、そして内部からの情報。それぞれは単体では力が弱いかもしれない。しかし3つが重なった時、それは一つの輪郭を描き始めた。真実の輪郭を、彼自身は16年間ずっと言い続けてきた。私はやっていない。と、誰も信じなかった。記録にも残らなかった。しかしその声は消えてはいなかった。証拠が揃い始めた時、弁護団は確信した。再審請求の時が来た。と、法廷の扉をもう一度叩く準備が整った。今度こそ事実をもって次の戦いは法廷の中で始まる。16年分の沈黙がついに裁かれようとしていた。再審の扉が開かれようとしていた。弁護団が手にしていたのは16年間誰も並べてみなかったものだった。被害者の証言、それも一つではない。警察の調書、検察の聴取記録、法廷での証言、3つの場所で語られた内容がそれぞれ食い違っていた。顔の特徴が違う。事件の経緯が違う。現場の説明が違う。同じ夜の同じ出来事のはずだった。なのになぜ語るたびに形が変わるのか。弁護士はその矛盾を1枚の資料に整理した。横に並べれば誰の目にも明らかだった。しかし16年前の法廷では誰もそれを並べようとしなかった。再審請求書が提出された。法廷は静かだった。しかしその静けさの中に重い緊張が満ちていた。弁護士は語りかけるように、しかし揺るぎない声で述べた。この男性が有罪とされた根拠は被害者の証言だけでした。しかしその証言は3回にわたって内容が変わっています。そして防犯カメラの記録は彼がその時間にその場所にいなかった可能性を示しています。裁判官は書類から目を上げた。防犯カメラの映像データがタイムラインと共に提示された。事件が起きたとされる時刻、彼の位置、その2つが重なることはなかった。それでもかつての裁判所は言った。被害者の証言が最も信頼できる証拠だ。と、今、同じ問いが法廷に投げかけられていた。その証言は本当に一貫していたのか。答えは記録の中にあった。証拠が積み重なるにつれ、かつての判決の土台が揺らぎ始めた。崩れるのではない。静かに、しかし確実に傾いていった。傍聴席には彼の家族がいた。母親は手を組んだまま前を見ていた。16年間この日を待っていた。泣くことも声を上げることもなかった。ただ待っていた。法廷の空気が変わりつつあった。そして裁判官は口を開いた。その言葉が読み上げられた時、法廷には一瞬の沈黙が訪れた。16年分の沈黙とは重さが違った。これは終わりの沈黙だった。無罪。たった2文字が全てを塗り替えた。しかし彼が取り戻せないものも確かにあった。無罪の先に何が待っていたのか。次回、その後の日々に迫る。無罪。
その2文字が読み上げられた瞬間、彼は動かなかった。泣きもしなかった。ただ、静かに目を閉じた。16年という時間は、感情さえも削り取っていた。喜びの形を、もう忘れていた。釈放の日。拘置所の扉が開いた。外の空気を吸った。それだけだった。出迎えてくれた人は、ほとんどいなかった。かつての友人たちは、もうそこにはいなかった。家族も、年老いていた。彼が失ったのは自由だけではない。20代のすべてを、30代のすべてを、刑務所の中で過ごした。就職の機会も、恋愛も、普通の日常も、何もかもが消えていた。国家賠償の手続きが始まった。日本円に換算すれば、数千万円規模の保証が認められた。しかしその金額が、16年を埋めることはない。値段のつけられない時間というものが、確かに存在する。保証金を受け取った後も、彼の苦しみは続いた。夜、眠れない日が続いた。人混みを怖いと感じた。誰かに見られていると感じると、体が固まった。これはトラウマだった。刑務所が終わっても、刑務所は彼の中に残っていた。社会復帰の支援は、十分ではなかった。無実が証明された人間に対して、国が用意した仕組みは驚くほど薄かった。再審で無罪になった人々への心理的ケア、就労支援、生活再建のプログラム、どれも、形ばかりだったと言われている。この事件が問いかけるのは、個人の悲劇だけではない。被害者の証言だけを根拠に有罪とする構造、証言の矛盾を見過ごした捜査機関、訴える声を16年間、受け取らなかった司法、これらはすべて、制度の問題だった。彼一人の話ではない。似たような構造の中で、今も声が届かない人間がいる可能性を、この事件は静かに示している。変わったこともある。この事件をきっかけに、韓国の再審制度の見直しを求める声が大きくなった。証言の信頼性評価に関する議論も、法学の世界で改めて起き始めた。しかし変わらなかったこともある。彼が過ごした16年は、戻らない。二度と、無罪の先にあったのは、終わりではなかった。新しい戦いの始まりだった。社会の中で、再び人間として立つための、静かで、しかし途方もなく険しい。その道の始まりだった。次回、エピローグ。この物語が私たちに残したものを、最後に見つめる。無罪。その2文字が法廷に響いた瞬間、彼は何を思ったのだろう。喜びだったのか、安堵だったのか、それとも、言葉にならない何かだったのか。16年、5840日以上。その時間は、誰にも返せない。どんな判決も、どんな保証も、失われた日々そのものを取り戻すことはできない。彼が塀の外に出た時、世界は変わっていた。街の景色も、人の顔も、技術も、すべてが違っていた。しかし、変わっていないものもあった。冤罪被害者を待つ現実の厳しさは、昔も今も、残酷なほど同じだった。この事件が私たちに問いかけることは、多い。なぜ、食い違う証言が繰り返し無視されたのか。なぜ、法廷は矛盾を正面から受け止めなかったのか。なぜ、16年が経つまで、誰も声を上げられなかったのか。答えは簡単ではない。しかし、問い続けることをやめてはいけない。司法は完璧ではない。人が運用する以上、必ず誤りが生まれる。だからこそ、誤りを認め、正す仕組みと、そしてそれを求め続ける社会の目が、どうしても必要なのだ。彼の16年は、一人の男の話ではない。制度の歪みが、普通の人間の人生をどこまで奪えるかを示した。記録だ。あなたが今、この動画を見ていること、それも、意味がないとは言えない。知ること、考えること、問うこと、それが、次の誰かを守ることに、いつかつながるかもしれないから、最後まで見てくれて、ありがとう。この物語を、どうか忘れないでほしい。